こんばんは、八雲太郎です。さあ、今日はということで、なんだろうな、なんで韓国なんだ、みたいなとこ。正直、そのアートが強いとは僕はそんなに実は思ってないというか、その強い部分が日本とは違うっていう感じがしていて、まあその辺の話をしたいと思いますね。2009年から僕は留学をするんですが、その前に、いわゆるリーマンショックの前にアジアで現代アートが、結構流行っていた。当時、もちろん奈良さん、草間さん、村上さんとかももちろんそうなんですけれども、そうだな、2006年、7年とかやっぱりその辺で現代アートが中国とかでものすごい盛り上がっていて、アジアで盛り上がっていて、韓国でもそうですけれども、六角彩子さんとか、それぐらいの時に活躍というか人気だった、すでに人気だったアーティストさんだったりするんですよね。で、それで韓国行ったりして、オークションなんとかかんとかってやってる間に、リーマンショックが起きまして、円の相場が一気に円高になるわけですが、そこで一気に、世界の経済が止まったわけですので、現代アートブームというか、2000年代初頭の現代アートの盛り上がりは一気に収束をするわけですけれども、僕はそのタイミングで韓国に、移住というか留学をしたわけですね。当時の2000年代初頭、リーマンショックとかその後ぐらい、とにかく僕はそれまで日本で見てきたアートはそんなに僕は魅力を感じなかったんですけども、韓国に行ったら、とにかくサイズがでかい。それもちろんフェアの会場もでかいし、当時から200号、もう2メートル、3メートルみたいなのがあって派手だし、うわ、現代アートって楽しいみたいな感じになったんですよ。僕は韓国で目覚めましたからね、ある意味か。現代アートの面白さというか。未だにそういうアーティスト盛り上がってますけど、ああいうモノ派とかリュウハンとかっていうのももちろんいたんですけども、パクソボーとかだけどその時代そこまで盛り上がってなくて、やっぱりその若い現代アート作家っていうか、やっぱそもそも技術が高い。なんで技術が高いのかっていうと、やっぱりすごい美術学校っていうか大学のレベルが高いんで、これ話すと長くなるんですけど、ハングル文字っていうのは日本の漢字と違って小学生でただの記号なんですよ。発音記号なんで、丸とか棒とかね。あれ覚えるの小学校で国語の授業って終わるんですよ。基本的にその文字の書くとか覚えるっていうのは、小学校の低学年で終わるんですよ、韓国って。日本っていつまで経っても高校だってもなんか漢字の勉強やってるでしょ。そこで結局韓国はこのプログラムが開くわけですよ。でも中学校になったら、外国語の第二外国語っていう授業がもう普通の公立っていうか、もう全国どこの学校ももう共通して、英語は必須です。日本語、中国語、フランス語とか、なんかスペイン語とかそういうのをもう中学校から習い始めるわけですよ。で、先生もちゃんとした、英語の人。だから早いんですよ。で、もう大学受験をするときには、もう中学校入るぐらいで進路を決めなきゃいけないんですよ。だって集中的にその何大学の何学部に入るっていうのをまず目標立てて、学部を決めないといけないんですよね、韓国っていうのは。もうそれを中学校から始めるから、親が例えば美大に行かしたいんだったらもう小学校ぐらいから街中になんかデッサン、その生徒が書いた、そのいわゆる塾なんですよ。美術塾がいっぱいあって、絵画教室みたいなもんですよ、日本で言うと。そのビルの下にはずらーっとドローイングっていうかそのスケッチが鉛筆のガーってかかってるんですよね。だからうちの生徒たちはこのぐらい書けますみたいなのがもうそこら中にあるみたいな。そこら中にその絵画教室が美術塾がいっぱいあって、小学校とか中学校からガンガンそこで基礎を教え込むわけですよ。それでやっと美大に競争率、めちゃくちゃな競争率を通過してそこに入ると、今度はいわゆるオリジナリティみたいなのを追求しろみたいに言われるわけですよね。基礎レベルがね、やっぱね、全然やっぱ違うっていうのがまず一つ。それで大きいのを作っていったりするんで、迫力はやっぱすごかったですね。面白いなと思いましたね。いろんな素材がいっぱいあるしね。もうそっちの衝撃が強くて、で、その時大統領がイ・ミョンバクだったんですよ。イ・ミョンバクっていう大統領っていうのは、サムソンかなんかで出世して、やり手のサラリーマンで、ソウル市長になって大統領になったんですよね。イ・ミョンバクが大統領で、当時の名前忘れましたけど、当時のソウル市長っていうのが結構なアート好きでですね、アートのイベントやるっていうと、いいよ、やりなよ、みたいな感じで、審査もしないで、予算を通してたっていうね。で、ハンガンっていう川があるんですけど、ハンガンに橋がいっぱいかかってるんですよ。そこの橋の真ん中になんか、
水中ミュージアムみたいな、とにかく建物みたいなの作って美術館作っちゃえみたいなの汚職をばらされてクビになってましたけど、それぐらい結構ね、美術っていうかアートが好きで、当時だから市美術館にはロダンとか結構いい展示をソウル市美術館では彼が市長の時は結構やってたと。韓国って、大統領変わると結構国のいろんなことが結構ガラッと変わるんですよね。2008年から2013年までイ・ミョンバクがやってたんで、その後がいわゆるパククネになるんですよね。イ・ミョンバク大統領はだから結構そのソウル市長のそういうアート好きっていうのもいろいろな要素が噛み合ってですね。リーマンショックの後だからそれは盛り上がるっていうかその停滞はしてますけど、それなりにですね、作品は結構自由だったと。で、2013年までだったわけですよね。で、2014年というか2013年中というか次の大統領パククネになりました。さあ大変です。こっから社会がガラッと変わりましたね。人の心理として団結力を高めるには共通の敵を作るっていうのが一つその心理としてあるわけですよ。だから韓国というのは、日本っていうのが共通の敵になってこっちに団結力が生まれるという構造になるんで、まあそういう作戦を取るわけですよね。パククネになってさらにムンジェインになってくるとですね、その民族というものに対する民族主義みたいな国の雰囲気になってくるわけですね。この韓国の民族をね、誇りを持とうみたいな感じで。なんか戦争記念館みたいなのを作りましてね。まあ反日とかそういうのも含めての戦争なんですけど、そこに全国の小中学生だったかな、は必ず、いわゆる修学旅行的な、遠足というか、そういうので、必ず一度は行かないといけませんみたいなのにしてですね、その民族教育みたいなものを強めたわけですよね。そうすると、韓国では昔からその大学というものがですね、ものすごい力を持っている。大学の教授っていう人が持ってる、権威とかパワーっていうのは大きくてですね、その美大生でも教授をやりながら、アーティストやってる人もいるんですけど、教授っていうのは、いわゆる大学っていうのは国の思想、まあ私立だったらあんま関係ないですけれども、割と韓国の人は、大統領というのは国民投票、国民の全員の投票なんで、日本とは違って、全員が大統領を決めに行くわけですよね。だから政治の関心っていうのは若い人も持っていて、大学生とかも大統領変わると生活がガラッと変わったりするんで、結構敏感で、そうなると民族心というか、民族忠誠心みたいなのを強化し始めると、どうなったかっていうと、2014、5年のアートフェアとかの作品はですね、今までピンクとかゴールドとかこう、レジンでピカピカになってたやつがですね、いつの間にかですね、いわゆる土着っぽい雰囲気になってくるわけですね。茶色っぽくなってきて絵がですね、伝統的なこの韓国の衣装とか、そういうのをモチーフにした花柄とか、あとその素材とか、あと靴とかですね、こう、そういうものをモチーフとした作品がですね、こうどんどん増えていくわけですよね。そのぐらいから僕はちょっと面白くねえと思って、何やってんだこれはっていうふうに内心思ってて。で、それがですね、また、この現代アートブームというか、現代アートのこのドーンってなってきた時に、韓国が今何に力を入れてるかっていうと、K-POP、K ドラマの次に今、K アートなわけですよね。ここでですね、まずこれを見てもらいたいと思います。これ何年度の話かよくわかりません。まあ、韓国がそういう、まあ、コンテンツに強い理由の一つとしてですね、やっぱりその予算というかね、国が支援をしてるわけです。国から一丸となってコンテンツ売り込め、BTS 売れ。だって一時 BTS のメンバーなんて軍隊行かなくていいみたいになって国民から反発受けて仕方なく行かなきゃいけなくなったみたいなところもあるじゃないですか。それぐらい、だってホワイトハウス行ったりしてるわけでしょ。それぐらい国がもう韓国コリアコンテンツを世界に売っていくっていうのを国がもうバックアップしてやっていく。そうするとやっぱり観光客もいっぱい来るし、間接的な、まあ、イメージも良くなるし、産業としてめちゃくちゃ力入れてるわけですけど、これ日本、国家予算の中の支援金額が、これ何年度かちょっとわかんないんですけど、日本は1145億円。これ人口1億人いますよね。で、韓国は3734億円なんですよ。これ支出額。これ人口半分で、だから1億2000万日本がいるとしたら、韓国6000万なんで、まあ簡単に言うと、2分の1なんですよ、人口は。だけど、まあほぼ3倍。で、予算は、日本が全体の予算に比べて 0.11%、韓国が 1.2%。
まあ日本より3倍お金を使ってもらってるってことですよ。だからアートフェアとかもいっぱいできるし、やっぱりこういう芸術とか文化っていうのは、なんかそういう部分の支援が大きい国が強いんですよ。じゃあなんで香港がすごいのかっていうと、無税だからなんですよね。タックスフリーなんですよ。貿易に税金がかからないわけじゃないですか、香港って。で、日本は消費税がかかる。まあ、関税もかかる。で、韓国も税金がアートに全くかからないわけじゃないんですけれども、事細かく条件が決まっていて、死んでる人だと何%、死んでない人だと現存するとか、まあ、いろんなことがあるんですよね。日本ではかかるけど、韓国ではこの取引に関しては税金かかりませんみたいなのも結構多くて、結果的にフリーズとかそういうものが韓国だといいんじゃないかみたいな感じになりましたよね。で、今韓国でプロジェクトで動いてるのは、韓国のソウルにインチョン空港っていうのがあるんですけれども、そこの、だから空港の中にですね、でっかいアート倉庫みたいなのを作って、そこにオークション会社が入ったり、いわゆるだから保税倉庫と呼ばれるアートを保管していく倉庫があったり、ギャラリーがあったりっていうものをですね、だからそこでもオークションやっちゃいましょうみたいな。もうそれを国がドーンとお金を出して、ドーンとプロジェクトをやってるわけですよ。で、これ昔ね、僕の YouTube でもね、話したんですけど、実は、まあアートに限らずなんですけども、空港っていうのが大事だってことなんですよね。空港の存在っていうのがすごく大事で、インチョン空港っていうのは、滑走路が今4本になるんですよ。もうなったのかな？滑走路が4本です。で、滑走路って言っても、長さと太さがいろんな種類があるわけですよね。で、これ旅客じゃないんですよね。旅客も空港にとって大事なんですけど、やっぱカーゴなんですよ。カーゴがどれだけ動かせるか。で、カーゴの飛行機っていうのはもうほとんど古いジャンボジェットですから。だから長い滑走路が必要なわけですよ。重いし。で、それがね、インチョン空港はね、4本稼働するわけですよ。で、これが24時間稼働になるわけですよね。インチョン空港っていうのは全部もうあるんです。もう運送会社の倉庫も全部もう空港の中にある。だからカーゴが飛行機について降ろしたら、そのまんまもう倉庫に入っていくわけです。だからそこでもうアートもやっちゃいましょうっていうことなんで、このね、カーゴに降ろしてすぐ、まあ安全性も上がりますしね、国力をアップさせるにはね、それぐらいの空港がないとですね、物量もそうです。多分カーゴの幅もインチョンになってるんじゃないかな。だって24時間ですからね。だからどうしても韓国っていうのは、若い作家さんがみんな大学出てますから、どこに流れるかっていうと、そういうマーケットがないんですよ。韓国に。セカンダリーマーケットっていうのが日本よりも全然、発達してないっていうよりかは、存在が薄いんで、だからそこが全然違うんですよね。日本はどっちかっていうとやっぱセカンダリーのマーケットがものすごいでかいんで、そこから海外に露出がかかるっていう。だってオークションに出てればね、カタログ見たり、アートプライス .com とかで露出がかかりますからね。韓国はどっちかっていうと、簡単に言うとアカデミック方面というか、美術館に収蔵されるとか、作品を売っていくっていうスタンスは変わらないんだけども、それよりもステートメントとか大事にして、どこのタイミングでじゃあ世界に上がっていくのかっていうと、そうだな、アートフェアかな。だから韓国のギャラリーが、日本のギャラリーよりそのアートフェアに出ていっている地域も幅も結構広いんで、規模感もね、やっぱり全然日本のギャラリーと比べ物にならないぐらいやっぱり大きいギャラリーが多いんで、そこら辺に入っていって、フェアとかから海外に出ていくようなイメージだけど、なんか、それもそれで、なんか難しそうだなみたいなのもあるけど、だからそういう意味では、あと韓国は結構ちゃんと CV 出せって言われるし、まあ、あれにもよるけど結構、がっつり契約書を結んだりもするので、そういう文化になってます。だからそう大きいところにうまいこと入ってフェアとかで露出していくみたいなのじゃないとなかなか難しい気もするしっていうので、なんか一長一短な感じがしますね。なので、まあ今日はそう言って韓国の話、もうだーっと思いつきのまま喋りましたけれども、ということで、また来週ご覧いただきました。ありがとうございました。さようなら。バイバーイ。